めですね。やっぱり旬のもんにしましょうか。値段の付け方が絶妙やな。これが美味しそう見えますもんね。早めに出てます。今日は後半に下り潮が全然ないんで、もう上り潮だけです。後半がもう上り潮はね、もう下り潮と全然違う。ウィードできないですね最近は。自分が YouTube 始めた頃は上り潮しか良くなかったんですけど、近年こんな感じですね。なので今日はいつもより早めに出てます。で早めに帰ります。1番目なんで一応撮影しますけど、この時点でもういい感じはないですね。過去最大、もうなんならカットでしょうか。赤いじゃない、美味しいらしいんですけどね、こんな大きな初めて見たな。日が暮れる前漕ぐとこれが多いんで、ちょっと狙ってやってみたんですけど、なんと3匹しかおらん。でもハリーか2つ。1匹しかいないイカが今日はもう3つ目ですね。ダメ、2目にこっちになんと1番目とんでもない嫌な予感がしたんですけど、2番目は良かったですね。ただちょっとほんまに続くんじゃろうかという、お来た心配がありますけど、一応1回生かしてもうすぐ閉めますね。これは行きません、どうせ朝までは。歯も減ってきましたね。多分移動してるんでしょうね。他のところに行ってるんでしょう。どうしようかなこれ。高級料理屋さんはこれちっちゃいのがいいらしいんですよね。まあでもこれちょっと逃がしとくか。よかったんじゃないでしょうか。結構こっちも3本ね。1番目の8は大違いですね。今日は風があります。あれもうほら1番だけかい。お、でも網の中にまだ入ってるやつがいるんじゃないですか。しかもこれめちゃくちゃ入っとんで、これ2番号でしょうね。入りすぎでしょ、3番号にしては。嬉しい。これぐらいのサイズになってくるともう割と春ぐらい嬉しいですね。ちょっと探してみましょう。ではよいしょ。これぐらいが微妙な感じですよね。
ないかな。600非常に微妙。これは絶対あります。これ悩むな。もう出ししとこうか。おお、もう1匹3本から大きいのが鳴きません。おお、もう見えるかも。ナイス。もう動画までナイス。この上から見たオレンジ色のやつって本当美味しそうですよね。上から見たオレンジのやつはもう大体入ってますね。今日はなんと今のところ全部入ってる。間違いませんでしたね。まだ生きたい子いますね。もう8月になろうというような時なんですけど、すごい。もう卵ももうほぼ孵化する寸前ですね。早く逃がしてあげましょう。ここは柄が大きい。この網はまあまあでしたが、まだもう少し下り潮残ってるんで、なんとかいい網来てほしいですね。上りになった時が問題ですからね。見る限りでは上りが近づくにつれてだんだん終わってきてる感があったんですけど、いてよかった。ただちょっと厳しい。これ入ってきたのにはもうそれは間違いなさそうですね。漁場を変えた方がいいか。なんとか持ってる。うまくいくとは初めてだ。こっち精巻きがでっかっ。これはすごい食べ応えありそうですね。そろそろやばい時間ですけど、まだ残ってるんでいてほしい。そして上り返しもできることならいてほしいですね。ダメか。もういや、奇跡の車エビが、しかもでかい。いい色ですね。マキアまた見えてますが、弱いんでね、もうすぐ行けないと、もうすぐ死んじゃうんですよね、あいつ。ほんと弱い。こっちも見る。動画まで上り返しです。いっつもね、こっから先は何もいなくなるんですよね。ただこの返しの時間だけはちょっと期待したい。
出した途端にちょっとダメダメ感すごいっすねこれ。まあ予想通りですけど、これはちょっと移動ですかね。いくらなんでも上りがいい漁場っていうのもあっても良さそうですけど、今日見つからなくてももう探すしかないですねこれ。ではラストです。マシじゃないですか。この上り所の中ではマシな方。ちょっとだけマシでした。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構やばい雰囲気になってきてます。ありゃ特に上り潮がもう全然ダメですね。おらんの。世間ではこれから夏休みだというのに、うん。ここの海は夏が終わったみたいな感じになってきておりまほす。ら、秋状態。まだ秋来てないんで、それまでどうするかが問題です。う漁場を変えようかなと思うんですが、うん変える先が思いつきません。まだ秋じゃないんでん。うん。困った。まあでもなんとかしのぐしかないですね。2人で力を合わせてはロイヤルカナンのために。い。わかりました。今日はなんとかうん。なんとかなっとるんですけど、うん。また明日から問題です。これがどこ行こうかな。炙りと。綺麗ですね。ま捨てられません。だしです。だし。頭と。暑いですね。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。本格麦焼酎水軍街道おすすめされたので買いました。やったね。4200円。大下る長期貯蔵43度。これ43度すごいですね。ほんとウイスキー並みですね。 JR トワイライトエクスプレス水風って読むんですかね、随風と読むか知りませんけどに採用されたらしいです。オークダルとブランデーダルで貯蔵した麦焼酎の原酒、樽で熟成してるんですから香り豊かに違いないと思います。さあ今日も楽しみです。しかし皆さんよくご存知で、皆さんのおかげで美味しいお酒を飲みまくっております。ありがとうございます。おお甘い。ブランデーとかラム、メープル、なんかちょっと焦げたような甘い香りがします。では行ってみたいと思います。これは強そうですね。43度。いただきます。うまい。ただちょっと43度なんで加水していただきたいと思います。50/50が味がはっきり分かる一番のラインと、まあスコッチの話ですけど、スコットランドの方が教えてくれました。いただきます。うわ、これはすごい。めちゃくちゃすごい。うまい。めちゃんこうまい。ウイスキー好きな人は絶対好きですねこれ。もう樽の熟成のその香りも出てますし、何年かはちょっと書いてないんですけど、書いてないな。麦はちなみにオーストラリア国産両方使ってるそうですね。香りがとにかく素晴らしいですねこれ。9代目宮本と春かも。町米ですからね。ちょっと比べるのはこれ麦ですから、いやでもちょっと比べてみようかな。麦同士で比べたいけど、でもこれもう飲んだ感じは比べるべきは9代目宮本なんじゃないかなって感じですね。やっぱり加水した方がですね、もう味がはっきり分かりやすいですね。甘さとか風味がすごい際立ちます。では比べてみたいと思います。比べるようにちょっとだけ残してます。どれもなので瓶が減っていきません。こちらが宮本、こちらが水軍回路。ちょっと水軍回路、もうその香りがもうほんまウイスキーですねこれ。こっちもウイスキーに近いなと思った9代目宮本。こちらは米です。
おー、これ同じ熟成樽熟成の焼酎ですけど別物ですね。これはちょっとなんか比べちゃいけない感がありますがあえて言うならあくまで個人の好みということでご容赦ください。こっちまさか9代目宮本を超えるとは。でもこれはちょっとあんまりやっぱ米と麦でちょっともうこの風味が違うんで比べちゃいけない感じはありますが、よりこちらがウイスキーに近い。個人的にはこっちですかね。ただどちらもびっくりするぐらいめちゃくちゃ美味しいです。ただちょっとテイストがちょっと違う感じですね。こちらの方がより爽やかです。やりました。マナガツオの刺身と炙りです。毎年1回は食べてます。醤油はより島の醤油でいただきたいと思います。醤油もねいろんな都道府県の醤油試しましたが今のところより島の醤油に一巡して帰ってきております。やっぱり慣れでしょうね。慣れてるもんが一番安心するというかね。他にも美味しい醤油たくさんあるんですけど全国に。今年初マナガツオいただいてみたいと思います。美味しそうですね。さすがにより島の醤油はですね濃くなく濃い口でも濃くありません。そして辛くありません。いただきます。マナガツオですね。2回食べない理由として、自分がそもそもあんま好きじゃないっていうこれを言っていいのかどうかわからないですけど美味しいんですけど自分ちょっと歯ごたえがある魚が好きなんであまりマナガツオってその歯ごたえの感じじゃないですよね。味は甘い？味はこれちょっと熟成してないんで甘くはない。でも魚のもともと持ってる甘みと旨みはあります。これもうあと1日置けば多分甘くなるんじゃないかなと思いますね。では炙りいただきます。なんかやっぱ香りがいいですよね、炙りの方は。あと炙りの方がなんかお酒に合うような気がするんですけど自分の気のせいでしょうかね。水分カエルやべえなこれほんま。こっちが勝ちすぎとる感じするなマナガツオ高級魚なんですけどね水分カエルがちょっと飛び抜けすぎとるような。美味しいですが前回食べた横筋笛鯛の自分の中でですよ。自分の中では横筋笛鯛圧倒的勝利みたいな感じですかね。マナガツオが美味しくないと言ってるわけじゃないので皆さん誤解しないようにお願いします。これもうめちゃくちゃうまいです。あくまで自分の好みの話ということでご了承ください。穴汁もしてみました。ゆじぽんママさん最近こだわりすぎてだんだん料理がグレードが上がってきております。いただきます。あっさりです。マナガツオはこれは本当に美味しい。山椒がやっぱいいですよね。我が家の庭の山椒枯れたと思ってたんですけど雑草を切り開いたら生き返ってました。で雑草を切り開いて雑草を全部駆除したらまた枯れました。濃厚さではハムの種類に負けますけど自分はこっちの味は勝ってますね。味はこっちの方が勝ってる感じですね。うまみ多めって感じです。マナガツオの最強焼きです。マナガツオの最強焼きです。ちょっと焦げすぎのような気がするんですけど味噌が焦げてるだけです。カツオは焦げてません。でもマナガツオ最強は自分はもうこれだと思うんですけどね。刺身より多分こっちの方が美味しいと思うんですけどほんと食感も増してうまみも増してマナガツオ一番美味しい料理は自分の中でも最強焼きということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。言いましょうと